ほいー。皆さんこんにちは。オランダ在住のしゅんごです。実はオランダの家が決まりました。イエーイ。以前、オランダの家探しが想像以上に大変だっていう動画を撮ったんですけれども、今回の動画では僕たちが実際に体験したオランダでの家探しのリアルをお届けしたいと思います。オランダワーホリとか、オランダ移住とかをこれから考えている方は、ぜひ今日の動画最後まで見て参考にしてもらえればなと思います。僕たちはオランダに到着してから5日後ぐらいにオランダでの家探しを始めたんだよね。そうですね。始めたては本当に心が折れるというか本当に想像以上に大変だったよね。なんですけれども、6月の末に内見に行ったところがあって、7月の10日に契約完了っていう流れでお家探しを始めてから2週間で家を決めることができました。だいぶ早いんじゃないかなって思うんだけど、どう思う？わかんない。本当にじゃない。なんか本当に家がなさすぎて何ヶ月も家探ししてるって人もいれば、数週間で見つかる人もいるっていう中で、この2週間っていうのがどれぐらいなのかわかんないんですけど、今日はね、いろいろ話していこうと思います。で、その物件は Facebook のマーケットプレイスで見つけました。意外すぎる。だいたいオランダの家探しってフンダとかパラリウスとかカマネットとかオランダ掲示板とかっていうのが割と主流かなと思うんだけど、今回はまさかの Facebook のマーケットプレイスでした。マーケットプレイスに関しては動画の後半でも注意点とか詳しくお話ししたいと思います。ではまず簡単に内見をしてからどのような流れで契約に至ったのか進んだのかっていうのを説明したいと思います。まず最初に内見に行った後、オーナーに入居希望の連絡をしたんだよね。その日にね。はい、その日中にしました。そのメールに対してオーナー側から必要書類のリクエスト、こういう書類を送ってくださいっていう返信がで、書類一式を提出しました。提出した書類としてはパスポートとか残高証明とか収入証明、雇用証明みたいな。あと電話番号とかメールアドレスとか、個人情報。個人情報、そうね。そしたらまたオーナー側から返信が来て、書類の内容を確認されて、契約書の送付がされました。で、審査通ったみたいな感じだよね。イメージ的にはそうね。その契約書の内容を僕らで内容をしっかりチェックして、そこに自分たちのサインと、初月の家賃とデポジットを送金をして、オーナーにそれの連絡をして、オーナーが着金を確認して、オーナーもサインをした、お互いのサインが終わった契約書がまた送られてきて、契約完了ということで、これが契約までの具体的な流れになります。以前の動画、家探しの動画で僕たちが6つの条件で探してるというお話をしたんですけど、今回決まった物件、お家がどうだったかというと、まず1つ目、プライベート物件かどうかっていうところは丸バッチリでしたね。シェアハウスとかではなくて、僕ら2人のスタジオ、ロフト付き。そこ大事。で、2つ目の条件が住民登録できるかどうか。これも2人分ちゃんと登録ができるお家でした。3つ目の、条件で家賃なんですけど、これも当初想定してた予算よりもかなり安かったよね。下回ったね。なのでこれはもう丸というよりは二重丸、花丸ぐらいのイメージ。4つ目の条件が立地、雰囲気なんですけど、小さい町だったんだけど、結構可愛くて。可愛かった。町が本当に可愛くて、絵本の中みたいな。そう。で、都会すぎず、田舎すぎず、自然もいっぱいあるけど、ごちゃごちゃしてない。内見の前に1時間ぐらい歩いたんだよね。そう、町のね、中を歩いて。もうその時点でやばいことだよ。そう。で、5つ目の条件が家具付きかどうかっていうところで、これも基本的に家具は全部ついてたので丸。最後、6つ目の条件が清潔感。これもね、思ったよりもめちゃめちゃ綺麗だったよね。21年にコロナ中にリノベしたって言ってて、キッチンとお風呂場とかめっちゃ綺麗。本当に。そう。なので、この6つの条件は基本的には全部丸。ただ、アクセスで言うと、大きい都市に行くのに、1時間ちょいはかかるかな。そうね。っていう感じだから多分、アクセスがめっちゃ良くない分、家賃も下がった。そうだね。なので、総合的に考えると100点中、90点ぐらいはあるような物件だったかなと思います。ただ、実は僕たちが内見に行ったのは、この物件
見1つだけです。1つだけ内見行って、それで契約を決めたんですけど、そうしたことにもちゃんと理由があります。前回の動画でお伝えしたんですけど、家探し本当に大変で、オランダの。内見ができるっていう返信すらも、この物件以外ではほぼなかったよね。なかった。内見にすらたどり着けないっていうのが、オランダの家探しのリアルだなと思います。とりあえず内見までこぎつけたので、練習も兼ねて行ってみようっていう感じだったんですけど、お部屋の条件がさっきも言った通りかなり良くて、でオーナーもすごい信頼できる人だったっていうので決めたのが大きい。具体的になんでそのオーナーが信頼できたかっていうと、まず海外の家探し内見だと、この時間開放してるんでみんな来てくださいみたいなグループで内見するっていうパターンが結構あるんですけど、僕たちの場合はプライベートで僕ら2人とオーナー側2人で時間もゆっくりとって見たいところしっかり見て、聞きたいことも全部聞けたっていうところが、結構細かく聞いたよ。リストを作ってね。そう事前に聞くことリストみたいなものを作って聞いて、その中でもミニマムステイについて聞いたとき、ミニマムステイっていうのは最低限この家にどれだけ絶対住んでくださいっていう決まりみたいなものなんですけど、それについて聞いたときにオーナーさんがちゃんと、そのオランダでは国の法律で家主がミニマムステイを決めることはできないと。なので入居者が基本的にはちゃんと法でも守られているので、退去の1ヶ月前に言えばいつでも出ていいんだよっていうのをちゃんとオーナー側から教えてくれたんだよね。そうなんかその物件探してる時ってミニマムステイ半年とか3ヶ月とか貸すための詳細の説明に入れてたから、カナダでもそうだよね、絶対そうだったね。でミニマムステイ守れなかったらデポジット返せませんとか、ありました。よくあるから、当たり前のものと思って聞いたら それ教えてくれて、それで結構オーナーにとってはデメリットなのに正直に教えてくれたのはすごい好印象だった。だいぶ好印象だった。そうなんだとか言ってねそう知らなかったなんですけど、あとはその家賃の支払いもキャッシュで払えばいいのか、ちゃんと銀行振込で払えばいいのかっていうのを聞いたんですね。そしたらちゃんとオーナーがキャッシュでの支払いは法律的な NG だから、ちゃんと銀行振込で記録に残るようにしてほしいっていうのを言ってもらったりとか、あとは内見した後もちゃんと時間を取って決めてねみたいな風に言ってくれて、一切せかされることもなかったし、一旦2人で話した方がいいでしょとか言ってね、ゆっくり話しなみたいな。そう今決める必要ないからって言ってくれたのも好印象だったし、そういう点でもこのオーナーなら安心できるなって思った。思った。であとは他の理由としては、まずお家を契約しないとオランダの場合は仕事も始めることができないし、銀行口座も開けないしっていう、そのオランダ生活というものの基盤が揃いにくいっていうのが特徴でもあるので、まずはこのお家を拠点にしながら生活をしてみて、次のお家とかを長いスパンでゆっくり探していけばいいんじゃないかなっていうので、一つしか内見には行ってないけどこのお家に決めたんだよね。あとはシンプルに内見に行くってなると交通費がねそこまでかかってしまうんで、高いの。そうオランダね高いよね。バスも電車も高い。日本よりも全然高いし、あっちこっち内見に行くのも貧乏になる。それだけでお金が減ってしまうっていうので現実的じゃないかなって思ったのもあります。続いてオランダの家探しのコツについてなんですけど、家探しに正解とかはないので、あくまで僕らの実体験をもとに話すポイントということで聞いてほしいんですけど、ポイント大きく3つあって、1つ目はこまめに物件情報を見るということ。僕たちはもう毎日朝と夜1日2回ぐらいはもう日課のように物件サイトを見て、いい物件があったらメッセージを送ってみたいなことをしてたよね。条件2人ですり合わせてたから、もう当てはまるの見つけたら即メッセージを送るみたいな。聞かないもんお互いに聞かずにとりあえず送るみたいな。そんな感じでやっていて、今回決まったお家もその物件が掲載された日、その日中に多分コンタクトを取ったかなと思うので、それも功を奏したというか良かったんじゃないかなというところですよね。2つ目のポイントがファーストメッセージの内容。これはもうカナダでの2年間の在住経験が生きたなと思う部分なんですけど、オーナーも物件載せた時に契約したいですっていうメッセージ多分大量に来てる。何十件何百件って来てると思うんですけど、その中で返信をしないといけないので、オーナー側から見てメッセージが明確で必要なことをちゃんと簡潔
実に書いているっていうのはすごく大事なのかなと思います。それはなんかカナダでも探り家探ししてこれだったら内見いけるみたいなテンプレみたいなのがあったから、もうそれを今回も応用した。もうめっちゃ短く空いてますかとかもちろん論外だけど、なんか長く書きすぎても多分目に入れてもらえない。そうね、難しい、そこが。長すぎず短すぎずでも要領はちゃんと掴んで伝えることは伝えるっていうところで、実際に僕らが使ったメッセージをちょっとこの辺に出しておこうかなと思うんですけど、僕たちのオーナーは多分この内容を見てまずはこの2人に内見に案内しようと思ったって実際にね言ってくれたから、よかったら僕たちが実際に送ったメッセージも参考にしてみてください。で最後3つ目のポイントなんですけど、事前に準備できることはしておいた。契約前に僕たちの身分を証明するものとか収入を証明するものとか、それこそ残高証明とか、その辺はもう必要になるっていうことは事前の情報収集で分かってたので、渡航前から全部用意してました。特に日本で働いてた時の給料明細とか、僕の場合はフリーランスでいろんなクライアントとのお仕事があるので、そういうのを全部一つの書類に自分なりにまとめたのが良かったのかなと思います。英語翻訳付きでユーロ建ての表記にして、あとはいくつか銀行口座を持っている場合はそれらをまとめていくらかを見れるサマリーみたいな書類を2人で作成してました。なのでその書類を依頼された日、オーナー側からこの書類提出してくださいっていうメッセージが来た時にもうすでにその書類が準備されている状態だったので、スムーズに返信をして契約まで進んだかと思います。はい。以上3つが家探しのポイントなんですけど、もちろんオランダの家探しにおいては必勝法はないんですけど、今話した3つのことは再現性のあること、誰でも準備できることかなと思うので、ぜひ参考にしてもらいたいなと思います。もっとオランダの家探しのこととか僕らの実体験のこととか詳しく知りたい方はですね、概要欄に僕らが書いているブログもですね、URL のリンク貼ってありますので、そちらもチェックしてみてください。すごいなんか晴れたり曇ったり。では最後に僕たち Facebook のマーケットプレイスでお家を見つけたと言ったんですけれども、本当にこれ意外で、そもそも Facebook マーケットプレイスって知らない方もいるかなと思うんですけど、日本で使ったことない。日本で使ってる人周りにいないかもっていうぐらいそんなメジャーなものではないんですけど、 Facebook のサービスで手渡しで物の売買ができるプラットフォーム、日本でいうジモティみたいな、で僕たちはカナダに住んでた時に Facebook のマーケットプレイスを使って売ったり買ったりとか、結構ヘビーユーザーだったんですけれども使ってたね。あくまでこれは個人間でのやり取りになるので、家探しに関しては詐欺が多いっていうような印象でした。でここまで僕たちの動画を見てマーケットプレイスありだな、いいなと思った方もいるかもしれないんですけど、ヘビーユーザーのね、僕たちが詐欺に気をつけていた点っていうのを最後に共有したいと思います。ポイント3つですね。これも1つ目は物件の紹介内容です。明らかにその宣伝用みたいな写真だったりとか説明文が全然詳細じゃない、1文2文ぐらいしか書いてないっていうものもあるので、これは詐欺の可能性が高いかも。なんか綺麗すぎるとね、逆に疑わしいみたいな、本当に存在しないやつとか、ホテルの写真使ってるとか、特になんか市内で安いとなんか嘘っぽい。2つ目のポイントがアカウントの利用開始年度。これめっちゃ大事。これめっちゃ大事らしいです。どう大事なの？だってもう2025年から Facebook 使ってますなんてもうありえないから。この時代にね、Facebook を使い始める人なんていないと。そう、なんかもう絶対捨てやかと思って、私は基本的に2023以降の新しいアカウントで販売してるものはもう全部無視した。ああ、なるほどね。もう一旦そこでもうフィルターかけます。なるほどなるほど。っていうのが2つ目のポイント。信じれない。信じれない。で、3つ目のポイントが、プロフィールは要チェック。その物件だけを上げているとか、何個か投稿あるけど、家だけを上げていて、全部ソールドアウトになっていないとかは、割と怪しいのかなっていうところとか、本当に個人的に Facebook を使っているのかっていうのも結構大事かなと思います。例えば、友達の数とか、投稿の数とか、写真動画とか、あとはなんか基本情報、なんかどこの学校出たとか、なんかそういうのも含めてチェックするのは大事かなと
思いなんかます。ステアカかどうかじゃないのを、まあ、プロフィールを見れば、うんなんとなくうんうんうんわかるかなっていううんうんうん。感じ。実際に僕たちが内見行きたいですっていうメッセージを送った人の中には、問い合わせをしてくれた物件はもう埋まっちゃったんだけど、別の物件あるから連絡先を教えてっていう返信が返ってくるケースがあったりとか、あとは Facebook 側からこの人は詐欺の可能性がありますっていう警告があったりもしました。今までお伝えした内容はあくまでも詐欺に遭わないためのフィルターという認識で、みんながみんな詐欺とは限らないので、この辺は勘違いしてほしくないところかなと思います。ちなみに僕たちのオーナーはマーケットプレイスを窓口として使っていただけであって、きちんと実在する不動産会社を経営している、とてもクリーンな会社でした。というわけで、オランダの家探しは無事に終了したわけなんですけれども、振り返ってみてどうでしたか？もうやっぱり本当初めは思ったよりきつってなったけど、いや、だいぶきつかったよ。無理やと思った。思った。でも、まあ、今回みたいに決まったのはラッキーやなっていう感じで思ってて、ただただ運が良かった。けどなんか一個こううまいことハマったらスムーズにタンタンタンっていったから、そうだね。なんかそこをね引き寄せるための努力も必要かな。そうね。運とタイミングみたいな要素ももちろん大事絶対ある。だけど、それこそ日本にいる時から準備する、書類を準備するとか、毎日物件をチェックしてちゃんとメッセージを送るとか、そういったところは少しでも確率を上げることができるかなって思います。ということで、このチャンネルではオランダワーホリに役立つ情報だったりとか、海外生活の様子を定期的に配信していこうかなと思っているので、チャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。Do it!